さて、今回札幌一番のニラ玉アレンジを作ってまいります。ちょっと無性に札幌一番が食べたくなりましてですね、塩味ですね、食べたくなりまして、ちょっとなんかアレンジしてやろうかと思って、でニラ玉好きなんで、ちょっとニラ玉を上に乗っけてやろうかと。もうニラ玉をこう丸ごとドンと真上に円盤型のニラ玉をドンと乗っけてやろうというふうに思っております。でもうシンプルにニラと卵と札幌一番とでラーメンの具っていうのが売ってたんで、それを買ってきました。でニラですけど、ニラ玉の中に入れるんで、あんまりね大きくても食べにくいかと思ったんで、そこそこ短めにカットしていきます。こんな感じでしょうか。これ出ましたね。これニラのトラップですね。このニラ、この逆皮が開いてましてですね、ニラがすっぽり落ちるっていう、これ皆さんもやったことあるんじゃないですか。さあ、で大きめのメスティンを用意しまメスティンじゃない大きめのシェラカップを用意しましてですね、そこに卵を割っていきます。これ2個でええかと思ったんですけど、2個やとちょっとね、結果的に薄っぺたくなるので、ニラ玉が3つにしてよかったです。3つにします。これアメトーークでもらった天下一品芸人の時にもらった器に入れてまいります。卵3つ。で味付けをですね、ちょっとナンプラーをねちょっとだけ入れます。これちょっと気をつけないといけないのは、ナンプラーも割と塩味効いてるんで、札幌一番塩ラーメンもね塩なので、あんまり今のも塩入れたんですけど、一応あんまり入れすぎると塩するんで、あんまり塩したくないのでね、でも一応卵に下味ついてないと食べづらいんで、塩コショウでナンプラー入れました。こんな感じで卵混ぜてまいります。混ぜるところフルでお送りいたします。混ぜるところフルでお送りいたしました。でちょっとふわっとさせたくて冷蔵庫に豆乳があったので、豆乳を本当にちょっとだけ入れました。あんまり卵だけやとちょっと硬くなる可能性もあるので、ちょっとふわっとさせて、もうちょっと入れてもよかったかも分かりませんが、でちょっとちっちゃめのフライパンもちょっと使い込んだね、もう安いフライパンですが、これはでお湯沸かしつつ調理していきます。最初にやっぱりニラをね、この卵を焼く時だけの火の入れ方ではちょっと足りないかなと思ったので、最初にですねニラをある程度炒めておこうという感じですね。はい。で割と芯に近い部分も入れてるので、あんまりちょっと硬くなってもシャキシャキすぎてもちょっと違うので、一応火を入れましたが、これニラね、本当に気をつけないと、火を入れすぎるともうニラがニラでなくなってしまうので、いい加減に火を入れたいんですけど、もうピントが終わりました。申し訳ない、ピントが終わりましたね。ちょいちょい合うんで我慢してください。はい、こんな感じでね、今これねニラ玉やろうと思って、これ無印でいわゆるターナーというやつですかね、ヘラみたいなやつを買ってきまして、結構これ便利です。先っちょがまっすぐの、もうピントが地獄です。ピントが地獄ですが、本当にちょっとだけ我慢してください。またピント合いますんで。このヘラみたいになってる、まっすぐになってるんで、先っちょがニラ玉をねスライドさせて札幌一番の上にスルッと乗っけたいんですけど、それやるときにすごくいいんではないかなと思って使っております。いいですね。ある程度このぐらい絶妙なニラの火の入れ加減かと思います。はい。
ピントがやはりもう手前の私の手に合いますし、手にピントがあったところに猫が引っかかれた傷があって、その傷にピントが合うという地獄の感じになっておりますけれども、さあそろそろ卵を入れていきましょう。卵を入れる瞬間欲しいところですが、ピント地獄です。ピント地獄っております。申し訳ない、本当に申し訳ない。で最初ちょっとね、もう本当弱火にしないともう卵固まっちゃうんで、本当にごく弱火でこうちょろ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 混ぜながらですね、卵がこうくちゃくちゃっとなるところとちゃんと円盤型になるところを両方できるようにですね、ちょっとこういじりながらね、ちょい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 といじり、猫の傷にピントが合っております。ご覧ください。ピントが猫の傷に合っております。エルドレッド L がやりました。ちょいちょい触りながら、縁の方もちょいちょい剥がしたりなんかしながらですね、こんな感じでいいですよね。でここでこの無印のこれの力の見せ所、こうバーッと端っこをね、なんとなくこう剥がしながら、この段階でほんまにスルッといくのかなっていうね、スルッとラーメンの丼の方に行ってくれるんだろうかという不安はだいぶありますけれども、手の甲にピントがずっと合っておりますが、来ましたね。こういう感じです。でちょっとめくれるかどうか今確認しております。めくれるのかどうなのか。めくれるのはめくれるんですけども、この全部いけるかっていうのがちょっと怪しいんですよね。でかといって全体的に固めたくはない、ちょっと半熟のとこも残しときたいっていうところで、これ難しいとこなんですけれども、バーッとこの縁をね、剥がれるんだよって、君は剥がれるんですよっていう意思をね伝えましたね、ニラ玉の方に。もうでこのぐらいで火はもうね止めといて、さあ今度札幌一番入れました。この辺タイミング大事ですよね。このニラ玉をもう冷やしたくはないのでね、ニラ玉ができたなと思ったらもう札幌一番もええ感じにこうね、どうでしょうか。怪しいっちゃ怪しいけど、いけそうっちゃいけそうですよね。なんかいい感じいけるか、70% ぐらいいけるかなっていう今気持ちですね。さあそして札幌一番作っていきます。ちょっと手前の方に持ってまいりました。で一旦火を止めて、ニラ玉の方は向こうでね一旦待機。札幌一番ができ次第作っていきます。さあこうやって麺をほぐしながら、かなり真剣です、この辺りは。このね札幌一番も札幌一番でね、ちょうどいいぐらいの湯がき加減でいきたい。香り確認、そうです、忘れていたのです。皆さん覚えてましたか。このラーメンの具を買ったことを思い出してよかったです。これ便利ですね、なんかね。こんなんあるんですね。僕的にはコーンはね正直いらないんですけど、入ってるんでしょうがないんで。でもね、わかめとかなんか人参とかも入ってましたね。こういう具が入るだけでも全然ね違いますし。さあどうでしょうか。そろそろいい具合なんじゃないでしょうか。具の方は勝手にふやけて戻るので、さあこの辺で札幌一番の略してポロイチの粉全投入。
先ほども言いますけど、やっぱりこの札幌一番の粉の塩気とニラ玉の味のバランスを取りたいですね。そこはちょっと意識したいところですね。さて、佳境に入ってまいりました。札幌一番ポロイチをラーメン丼に移動させます。きれいにわかめ入れました。くちゃくちゃっとやって、相変わらずピントは地獄でございますが、もうちょっとの辛抱です。ちゃんとピントきますので、さあ行きましょう。いけるのか。行きました。皆さんありがとうございます。これは美しいですね。全面をニラ玉が覆い隠す。この中に札幌一番ポロイチが眠ってると思うとね、ワクワクしますね。めくってやりましょう。いただきます。